噂はかねがね伺っております。あなた、さぞかし早いんですってね。フラット12が奏でる水平線の調べ。今回は黄金時代を駆け抜けた至高の芸術を紐解いてみましょう。皆様こんにちは。すぐみモデラーのたまです。今回はタミヤ製、フェラーリ 312T を製作しますよ。紹介されているラインナップがとてつもない名車ばかり。このキットは1976年製の初期ロット。ちょうど50年というとてつもない時を超えて形になろうとしています。もはや歴史的な資料に近い価値があり、白を基調としたタミヤ伝統のホワイトパッケージに当時の時代背景を彷彿とさせます。しかしとんでもねえ汚さのおかげで格安で購入できたのはありがたいお話。中古相場の半値以下で仕入れることができました。人生初の12分の1ビッグスケール。この箱のバカでかさにちょびっと気分も高揚いたします。前回作ったジャグワーのサイズと比べたら嫌がらせのようなでかさ。裏に当時の価格が印字されていました。3500円は現在の物価価値に換算すると1万円前後の感覚かもしれませんね。半世紀を積まれて過ごしたキットは箱の内部にも影響を及ぼしていました。すべてが色あせた姿と誇りっぽい香り。孤独な歳月がこのフェラーリを蝕んできたようです。豪華さを感じさせるパッケージ。しかし状態は芳しくなく、汚れや変形で使用が危ぶまれる雰囲気がございます。中途半端なサイズのピンセットが付属しており、開封後はパッケージを塗装皿にすることが可能とのこと。ぶっ飛んだ発想に驚愕でございます。手のひらよりも大きなカウルの一部分。ランナーから外れたパーツがたくさんございます。これも値段を下げてくださった一因。デカールとメッキパーツ。デカールなんて変色しまくりでもわけわからん姿になってございます。交換スペースフレームの周りにアルミニウムパネルをリベットで打ち付けた構造。戦艦の環境みたいな塊がどんな姿になるのか楽しみ。このマシンの一番目立つインダクションポットがございます。ちらっと見えた全バラの液パイは見なかったことにしましょう。箱に眠る420の鼓動。エンジンだけで200近いパーツを釣り出した狂気的なまでの再現度。50年前タミヤが世界に示したビッグスケールの真髄がここにあります。漏れ出し固まった接着剤。排除印。排除印という名前がやけに私の心は静かみにします。かつて命をつなぐはずだった液体は、今歴史の化石となりました。50年という停滞した時間がその銀色のアルミチューブを突き破っています。ヤニと埃にまみれた箱は役割を終えました。パーツを守り続けた50年という歳月。本当にありがとうございました。ワンチャン年末に間に合うかと思いましたが2週間でこの物量は無茶ですね。ですが少し徹夜しちゃいましょう。弾力性のないパリッとした硬い質感。古いキットによくある感覚ですね。油分が抜けてまるで陶器や乾いた骨のようです。少し張りがございますが素晴らしい質感。複雑な造形もタミヤ様の技術力のおかげで高い再現度。想像よりも細分化されたカウル。2026年の今でもこのクオリティを再現できないメーカーは多いです。備長炭を叩いたように乾いた音が深夜に響きます。
下準備の物量凄まじく、睡眠すら忘れるほどのビッグスケールの引力。ちなみに明日は月曜日でございます。このキットで唯一の合わせ目消し。まあ私がやってないだけでこだわるモデラー様はほとんどのパーツを施工するのかもですね。一つ一つのパーツが大きいので作業はとても容易。そう考えるとカーモデルというのは12分の1のサイズが適正なのかもですね。結構進めたと思いましたが、そんな甘いものではなくまだまだ拷問は続きます。これはとても非常に危険が危ないパーツ。ランナーと同化していますがシャシーに這わすパイプです。ランナーは完成するまで捨てることは許されません。大抵どこかにカットし忘れたパーツが残っているものです。パーツを選別するだけでも数時間を要します。確か映画一本では足りませんでした。こういう超絶細かいパーツはランナーから切り取らずに塗装します。細いサスアームもビッグスケールなら安心感がございます。いつもならそこまで気にしないのですが、大きいキットというのは歯が目立つものですね。やっと一通りカットしたので少し眠りにつこうと思います。何気にお気に入りなのがこの大きなバケットシート。シートベルトが付属していないのが時代ですね。刑務所と税務署は同等の恐怖指数。YouTube を始めてからお世話になりましたが、マジでわけわからんので今年はスマホ申告にチャレンジ。経費の2文字が静かに集中力を削いでいく。50年もののフェラーリを組み上げ税務署へと続く道。ここに来たガソリン代も経費になるのかな。説明書は当時から開業のない溢れんばかりの文字の暴力。ちょっとでも集中力を欠くと同じくだりを読んでしまうわな。読み手に高いリテラシーを要求する混然一体となった高密度な紙面。すべての部品には番号と名称が記されています。当時のタミヤ様は几帳面さを醸し出すサディストだったのですね。素晴らしい内容の説明書。これだけでもこのキットを購入した甲斐がございました。説明書では警合金モノコックと呼称されているシャシー。現代のカーボンモノコックとは異なる、セミモノコックやスキンストレス構造と呼ばれる独特なものでした。仮の固定として貼られていたテープが半世紀もの効力を発揮しておりました。時間の感覚が麻痺してございます。朝なのか夜なのかわからなくなります。
塗装前の準備だけでも相当な時間を費やします。こういう地味な作業をスムーズにこなすことが時短につながります。いよいよ裏打ち専用塗料の出番。先日も上新で売り切れており膝から崩れ落ちました。ノロノロと選別しているように見えますがマジで集中して探しております。フラットブラックで裏打ちするだけでこの存在感。コンボ裏なんて見ることはないですが一応マスキングで保護しておきましょう。まあここは適当にマスキングしても大丈夫。相当な神経質モデラーではない限り裏なんて気にしません。今回からはナスカのピンクサフ。さてどんな塗り心地なのか味わってみましょう。もう全くと言って良いほど排出していない塗装ブース。カーモデル2台作ったらフィルター交換推奨ですね。今回は3台目に突入していましたが部屋の中が濃霧に包まれてとても幻想的でした。今回のフェラーリにはクレオス様のモンザレットにしました。こだわりは全くなく、一番購入が容易だったからです。気がついたら使い切るので大人買い。レベリングシンナーで希釈率は1対2。これでしばらくはフェラーリに困りませんね。素晴らしい隠蔽力とキメの細かい塗膜。素晴らしいピンクサフでございます。おまたトーン。おたまトーンをサンタさんにもらって上機嫌な娘。私にはサンタさんが来ないのは奴らの裏を覗きすぎたからでしょうか。黒ぬこの毛が埋め込まれることもしばしば。ですが焦らずピンセットで慎重に除去。うさぎのコスプレをしたおっさんが転がって進む謎のゲーム。娘がなぜこのゲームが欲しくなったのか尋問したいです。見事に細分化されたエンジンを組み立ててから塗装します。子供の頃なら立派なミッションケースに秘密の何かを入れてから封印してましたね。ランナー別と色別に分けられたパーツたち。かなりのスペースを陣取っておりなかなか邪魔です。
昔のプラモは液体が全バラなので難易度が跳ね上がります。しかも今回は12気筒なので何度か切れ散らかすこと受け合い。タミヤ様の流し込み接着剤が残り少なくなり、筆が届かないゾーンに突入。やけに減るのが早く感じましたが蒸発しているのでしょうか。ようやくすべてのパーツを選別することができました。一息ついたら急にお腹がぺったんこでございます。娘と出かけに向けて電車の時間を検索中。めったに電車なんて乗らないので乗り換え時間に余裕がなかったら焦るんですよね。あと毎回切符を買っていたのでスマホにイコカを入れてみました。私の激安アンドロイドスマホでタッチできるのか心配で夜しか眠れません。ピンクサフのおかげで薄い塗膜でかっちりと赤く染め上げることができました。赤と黒の対比が本当に美しい。無人駅から無人駅。都会民からしたら耳を疑うワード。段差がありますので、足元にお気をつけください。知らない駅ってなぜか新鮮で貧乏ゆすりが止まらなくなりますよね。人が少ないのに無駄にホームの数が多い駅ってアニメっぽくてテンション上がります。これをどうにかしようとは思えないほどに退化しまくったデカールと思わしきもの。退色という原理は一体何なのでしょうか。抜けた色はどこへ行ってしまうのでしょうか。このデカールは1976年9月に製造されたのでしょうか。あなたを使うことは叶いませんが、これからも丁重に保管させていただきます。このキットを購入する前に唯一事前購入したデカール。複数のグランプリ仕様で仕上げることができるようです。サイドポンツーンの複雑に入り組んだラインデカールも詳細な指示がございます。B 社ってどちら様でしょうか。今では入手も困難なキットのデカールを販売してくださる春光様に感謝。社外デカールの中でもかなり貼りやすい上質なシルクスクリーン印刷。F1 は派手に見えますが案外スポンサーデカールは少ないんですよね。間違い探しかと思えるほどに違いがわかりません。一番難しそうな場所から貼ってみましょう。はい、切らなくても大丈夫。デカールフィクサーをベータベタ。位置合わせも焦らず少しずつ。ホイヤーはタグホイヤーブランドの前身であり、1860年に設立したクロノグラフの製造業。
F1 やインディーカーの公式時計を務めていることで知られています。ホイヤーの時計の中で現在最も高額なモデルは、彼らプラズマディアマント・ドゥ・アバンギャルド・クロノグラフ・ドゥールビヨンです。9000万円以上とブランド史上最高額を更新しているそうです。黄色い背景に黒い犬。火を吹く6本足の犬はイタリアの石油会社。4本のタイヤと2本のドライバーの足という説がございますが、私には速さを求めて異教へとなり果てた人間の業の深さに見えます。あなた様もそのうちプラモを作るための腕がもう2本欲しくなるのではないでしょうか。黄色い盾の中で立ち上がる黒い馬の紋章。第一次世界大戦の撃墜王。フランチェスコ・バラッカが自分の戦闘機につけていた。亡き撃墜王の象徴をエンツォ・フェラーリが譲り受けたもの。美しすぎるものは人を狂わせるのでございます。ニキラウダ。この赤い鉄の檻に座る男の話をしましょうか。感情をそぎ落とし、勝利という計算式だけを信じた男。マシンのセッティング一つ、契約金の1セントに至るまで全てを支配下に置こうとしました。そんな完璧主義者が一番嫌う予測不能な事態が彼を地獄へ引きずり込みます。1976年のニュルブルクリンク、凄まじい炎上の事故。病院のベッドで自分の血を吸い出すポンプの音を聞きながら、彼は次のレースを計算していたと言います。私が一番惹かれるのはその先。大雨の富士スピードウェイ。命をかける価値がない。と自らマシンを置いてタイトルを捨てたあの瞬間。周囲の期待や名誉なんていうゴミに惑わされず、自分の命の価値を正しく算出した。まさに合理性の極致でございます。リベットが邪魔でデカールが密着できないようですね。ドライヤー熱で強制施工。こういう荒行事も必要なのでございます。サイドポンツーンのホワイトライン。タミヤ様の説明書では理解不能な指示に戸惑いますが、こちらの春光様のデカールには専用の指示書が同封されておりました。エッジをかすめるように細く長いラインでカールを貼る必要がございます。あまりの緊張感にカメラのピントを合わせる余裕もないのが笑えます。以前作ったフェラーリ FXX でイタリア国旗の配列を間違えるという大変失礼をいたしました。今回はよく確認して同じ過ちを犯さないよう慎重に。誰も降りず誰も乗ってこない無人駅。この大敗的な静寂、嫌いじゃないんですよね。基本のデカールをようやく貼り終えました。312T がサーキットをかけていた1970年代中盤。それは F1 ラ貴族の草レースから、巨額の資金が動く走る広告塔へと変貌を遂げた、まさに激動の時代でした。ロゴに刻まれた欲望。勝利という蜜に群がった欲望の象徴。1975年当時のトップチームの年間予算は1000万ドル。
今の F1 チームが1億ドル以上を平気で溶かすのに比べれば安く聞こえますが、当時の物価を考えればこれは十分すぎるほど狂った金額。だから1枚でも破いたら許さない。当時の億単位の契約を台無しにするなんて万死に値するのでございます。デカールを貼り終えたカウルはひどく汚れておりますので濡れティッシュで拭き拭き。しっかり貼り付いていればさっと丸洗いするのが手っ取り早いです。背がちっちゃい。聞いて。石焼き芋。ウィーン合唱団に入団させたら世界がひっくり返りそうな破壊力ですね。しばらく登場がなかったマスキングボール。今では立派なゴミの塊。芸術品として姿を変えつつあります。次に紹介できる頃には質量は1メガグラムを超えていると思われます。今回どうしたの？マジでピンと合ってないんですけど舐めてんの？年末の激務で疲労が困憊しているのでしょうか？ベッドの上にエナメルのシルバーを拭く工程。後で拭き取ります。アルミパネルをリベットでつなぎ合わせた金属の支柱。ひとたび牙を剥けば銀色に輝く無機質な缶オペと化します。現代のカーボンモノコックが強固な装甲車だとしたら、これは少し厚手のアルミホイルに過ぎない構造。ラウダはこの中に身を委ねて時速300キロで走っていたのでございます。ステアリングラックが再現されております。路面のキックバックがダイレクトに腕を襲い、超高速域では空気の壁を力任せにねじ伏せる。70年代の原始的ゆえの荒々しさ。2時間のレースを終えた時彼らの体重は数キロ減り、腕の筋肉は悲鳴を上げ、指の皮はむけていたのでございます。この構造をプラスチックで再現できるタミヤ様の技術力に驚愕でございます。全く何回乗り換えなきゃいけないんだか。今回は大昔にお世話になっていた杉本模型店の跡地を見に行くプチ散策。娘は1ミリも興味がないお話なので後でショッピングが本命だと思われます。いよいよ一番気になっていたこいつの出番。ですが今回は同封されているコードに用がございます。50年間縛り続けられていた驚異の精神力。さすがに解いても長年の癖はなかなか取ることができませんでした。シンプルな計器類。中央にはタコメーター。左に油圧と水温。右にあるのが 4K。
ラウダが見つめていたのは心臓がまだ動いているかという生存確認だけ。このキットの高難度箇所がこちら。フロントサスペンション周りは尋常ではない再現度のおかげで組み立てがとても困難。バネや金属類の小袋に点検者の印がございました。石本様、突然のお便りにて失礼をいたします。かつてあなたが慈しむように検品されたそのキットが、50年の時を超え今ようやく形をなそうとしております。陶器費の手仕事に思いを馳せつつ、石本様におかれましては今も健やかにお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。もし叶うならば、この完成を共に喜んでいただければと願っております。このロアアームの取り付け部分、こいつの存在をすっかり忘れておりました。ちょっと説明書でも目立たないので他人の責任にしておきます。スナックキットで必須の破壊専用工具。たまに使うので持っていると安心です。少しこじ開けて部品をねじ込みました。先にこのサスペンションユニットを取り付けていたら完全アウトでしたね。今回も EX クリア。あまりツヤツヤにはしないつもりでいます。緊急事態発生。スタビライザーのクランプが2つとも行方不明です。床を這いつくばって探しても、わずか数ミリの部品がまるで意志を持って異次元へ跳躍したかのような喪失感。3時間以上探し回っても発見には至らず、諦めかけていたその時、保持クリップの収納管の底に隠れてございました。マジでイライラの頂点に達していたので、見つけた時はすべての気力が抜けていくのを感じました。このエアダクトの指定色はアンバー。アンバーって何色？調べてみたらタミヤカラーにアンバーなんてない気がします。ちょっと派手にしたかったのでダークコッパーを選択。本当に素晴らしい再現度。ロアガムの取り付けはとても癖がある構造。後方は特に問題はないのですが、前方の固定方法がこだわり色強すぎて笑えました。今回12分の1ビッグスケールを進めていて気がついたのが、また次もビッグスケールキットを欲しくなっている自分がいること。そして最難関はこちら。アッパーアームの上に取り付けるスタビライザーのステ。指では小さすぎて保持できない。ピンセットでは力が入らずはまらない。サスペンションを搭載するよりも先に取り付けておくべきでした。進まない作業に余裕がなくなってイライラしやすくなってきました。これをこじりまくると老害の片鱗が見えてくるのでしょうね。
ちょっと外の空気を吸ってリフレッシュしてきます。ほら見てみ。落ち着いたらできるやないか。これでまた経験値が上がりましたね。年末の澄み切った青空。調子で今年最後の塗料買い出しを済ませました。長谷川様の南極観測船、宗谷を海藻になりましたが思いとどまりました。今年もたくさんお世話になりました。来年もたくさん散財させていただきますのでどうぞお手柔らかに。水平対向12気筒という変態的なレイアウトエンジン。この機械仕掛けの心臓は現在の規律正しい V6 ハイブリッドにはない生命力を感じます。このエンジンが奏でていたはずの方向、その振動、肌を焼くような熱気。今となってはもう誰も本物のその瞬間を五感で知ることはできません。ですがこうやって一つ一つのパーツをつないでパイピングを施していると、不思議とサーキットに流れていた熱狂までもが指先から伝わってくる気がします。3000cc の12気筒エンジンは約500馬力。当時の流行は安くて高性能な V8 の DFV エンジン。フェラーリだけが独自のエンジンで戦っておりました。当時のライバルたちが DFV の振動に悩まされる中、12気筒特有の滑らかさと圧倒的な馬力。エンジンそのものを低く配置できる水平対向12気筒は、コーナリングの安定性において他チームを圧倒する武器とみなされていました。しかし美しすぎるものにはトゲがあるもの。このエンジンは横に広がりすぎていて空力の邪魔になる鈍重なエンジンと陰口を叩かれていた時期もありました。さらに複雑すぎて整備性が最悪。まさに手のかかるわがままな女王様といったところでしょうか。しかしラウダはわがままな女王様を手なずけて1975年のタイトルを得ることになるのでございます。模型用ハイグレードセメダイン。すっかり残り少なくなってしまいました。珍しい横置きのトランスミッション。312T の T はイタリア語で横置きを意味するトラスベルサーレ。ギアボックスをエンジン後部の車軸より前に横向きに配置することで、マシンの前後重量バランスを改善し、ハンドリング特性を大幅に向上させました。杉本模型店があった場所も今はただの近代的な街並み。どこを探してもあの狭い店内に積み上げられた箱の山は見つかりませんでした。形あるものが消えるのはこの世の摂理。灯油ストーブと焼ける埃の匂いが懐かしいです。すっかり遅くなったのでラーメンでもどないでちゃろか。電車だろうがニンニクビタビタで決めたろやないかい。久々に登山も行きたいのですが最近はクッマーがおったないんですよね。数年ぶりにボルダリングも再開しましょうか。今日は30年越しの冬休みが終わった気分。あと数時間で今年が終わります。デスビと燃料ポンプのパイピングを開始します。デスビには苦い思い出がございまして、私の愛車であるシビックのデスビが故障して路上停止を2回やらかしたことがございます。
無慈悲に惰性で路肩に寄せるしかない絶望感。真冬の田舎道だと車内で眠できるほどの絶望感。この世の自動車からデスビが駆除されたことを本当に嬉しく思います。イソギンチャクのような容姿になった燃料ポンプ。透明のパイプがやけにも競売してくれるので嬉しいです。すっかり硬化して癖が取れないパイプをなんとかきれいに設置できるよう悪戦苦闘。ドライヤーの熱を加えて冷やすと案外うまくいきました。燃料ポンプのパイピングは少し雑に回すのがかっこいい感じ。エナメルのシルバーを拭き取ってみます。説明書の指示ではなく独自の遊び心でございます。最初は面倒だったパイピング。ですがここまで来ると結構好きかもと思えるようになる不思議。これはまたビッグスケールを上達しろということでしょうか。柔軟性のないパイプを差し込むのが一番苦労します。プラグケーブルをぐいぐいと押し込んで、なんとなくそれっぽい取り回しですが貫禄が出てきましたね。いいよ。黒ぬこが拉致されてやってきました。液体のような体勢になっていますが隙あらば逃げ出す気満々です。何か気になるものはあるかな。最近は作業台周辺に遊びに来ないので寂しいんですよね。クソビビってるよ。エキゾーストパイプは説明書の指定ではフラットホワイト。ですがこの配色はプラモ史上一番つまらない例として認識しておりますので、私はいつものようにギラついていただけるようお化粧してみましょう。このキットの大半はエンジン周辺のパーツで構成されています。まあ完成すれば見えもしない箇所にこだわりまくった異常なキット。普段なら適当に手を抜いてスルーするような工程もこなしてしまうのが不思議。フロントのサスペンションはちゃんとストロークしましたが、このリアサスペンションはなぜかがっちり固定されており見た目だけでした。見るからに美しく仕上がりそうな雰囲気が溢れ出ております。エキゾーストパイプの差し込みに少し苦戦しましたがなんとか形になりました。若干力ずくではめてやりましたけどね。アーム類はすべてスナップ式。精度の良いキットに麻痺していますが、ここで破損させてしまうとパーツ請求は愚か。修復さえ難しい退路は断たれた状態。気を許さず慎重に行きましょう。
スタビライザーのアームでさえエンジンの一部となり、素晴らしい造形に花を添えてくれます。なんという魅力的な塊なのか、心の底から実物を見ることができればと思います。リアル思考のモデラー様が見たらそっと押してしまう仕上げ。ですが私はまだ後悔が残っていまして、ハンネル部分などはゴールド系で染めればよかったと罪を増やすことに思いを募らせていました。立派なウィングステーは接着剤なしでもがっちりと装着できました。シャシーに搭載した姿はまさに華やか。心が透けて見えるほどに美しい。じゃあ風呂入ってくる。うん。その前にこの図と実際の取り付け箇所が違っているように思えました。ですので結構適当につなげ合わせております。ラジエーターから燃料パイプっぽいところにつないだり、ギアボックスと消火器っぽいものにつないだり、まあこういうのは本人が納得していれば気合で走り出すだろうと思っております。どうぞご覧ください。この強烈に輝く質量。どれだけミスっても組み上げてしまえばかっこよくなるものなのでございます。現代でも執行されている魔女裁判。炎に破られても攻撃魔法の炸裂音が響きます。怒られそうなので新年明けましておめでとうございます。この一年私の不器用な制作記録に同行してくださったことを心より感謝いたします。世界中から集まってくださる模型ファンの皆様、そして登録という名の契約を交わしてくれた皆様、何より皆様が残してくださるコメント、あれは、私にとっては、甘い蜜よりもずっと皆様からの優しさを感じさせるものでした。これからもどうぞ一息つきたい時に見てくだされば幸いでございます。娘が初めて引いたおみくじは大吉だったので小躍りしてございました。次はどんな絶望とどんな美しさを分かち合いましょうか。本当に楽しみで仕方がないですね。そして年が明けて油断しているともう2日が経過している現実。クリアが乾燥したカウルは程よいツヤをまとってございます。クリアを吹いていて思ったのですが、このサイズを塗装するのは案外楽なんですよね。大きいからこそ大雑把にできるのが私に合っていました。ただいまから心配しているのが、完成品をどうやって飾ったり保管すればよいのか。12分の1のカーモデルが入るディスプレイケースなんて見たことがないんですよね。カウルを組み立てようと思ったら塗装の厚みではまらなくなりました。細い棒やすりで穴を拡張。現代のタミヤ様のキットなら塗装の厚みまでも計算されているものが多い印象。さすがに50年前のキットでそこまで計算されてはいませんが、全体の精度はとても素晴らしいものでした。
もしフェラーリのキットが販売できるようになれば、この 312T も再販になることを願います。時代背景を鑑みて軽くだけ研ぎ出してみることにします。何よりこのサイズを4000番から1万番まで磨き上げていると私の心が折れてしまいます。こうやって比較すると4000番の攻撃力とは凄まじいものだと実感。マーカミヤス独自の番手なので普通の耐水ペーパーとは比較になりませんけどね。そろそろ正月休みも終わりが見えてきたので私の心はすさんできてございます。娘が動画編集に興味を持ったので特訓中。こういうのって若い方が吸収力高いって本当なんだなと思いました。次は撮影も学びたいんだって。一体何を目指しているのでしょうか。パッケージのやばさほどではなかったコンディション。しかしタイヤの変形が見て取れます。素材へのダメージはないので形さえ整えることができれば問題なさそうです。モザイク以外できあとは父のモザイクだけや。肩のモザイク。よくこのカビから耐えしのぐことができましたね。過酷な時間はもう少しで終わりを迎えます。やっぱどう考えてもこれを塗装皿にしろって無茶にも程があるでしょう。熱を加えても変化がなかったのでスポンジやプチプチを押し込んでみることに。案外いい感じになってきたのでもうちょいぶっ込んでおきます。タイヤを削るときは整備用のソケットでサイズの合うものを探して回しています。すっかり自社いじりから離れてしまいましたね。当時の彫刻太タイヤを支えるホイール。あまりの大きさにラジコンのホイールを触っているように錯覚します。中にプチプチを詰め込んだままホイールにはめます。ビッグスケールのタイヤは想像以上に薄くて無理に力を入れると裂けそうで怖いですね。内側のサイドウォールがぺったんこになっている癖を解消することはできませんでした。1年以上前に購入したタイヤステンシルを使う時が来ました。もう活躍の場はないと思っていたのでちょっと嬉しい。しかしこの後合わせてみたら全然サイズが合わず断念。12分の1用でもおそらく90年代のフォーミュラを想定していると思われます。仕方なくエナメル流し込みに挑戦。この地味の境地のような作業を二度塗りしなければいけません。しかもフォーミュラだとタイヤ裏表する必要があるのでまさに地獄。この白い筆では太すぎたので後でタミヤ様の極細筆で試行しました。細い方が簡単だったので次からは迷うことなく施工できそうです。
はみ出した箇所は乾いてからデザインナイフの先でカリカリ削り落としました。程よくクリアの塗膜を平坦にならしておきました。デカールとの段差も目立たずとてもシンプルに仕上がってございます。ここからコンパウンドだけで磨き上げてみようと思います。透明度は出ないと思いますが渋い仕上がりになればいいな。早くこのインダクションポットを装着した姿が見たいです。セラミックコンパウンドでどこまでいけるか。きつかったら車用のコンパウンドで試してみます。光を背負い、影の中に溶ける黒猫。あなたの瞳に私はどう映っていますか？金色の縁取りに包まれたあなたは美しい。どうぞ今年もよろしくお願いしますね。1975年のあなたへ。聞こえていますか？あなたが灯したその情熱の火は、今も絶えることなく燃え続けています。あの頃あなたは風を切り、誰も見たことのない景色を追い求めていました。そして世界のテクノロジーは一変し、羽馬は想像もできないほどの速度域に突入するのでございます。50年という時間。日数にして18,262日。時間にすれば438,300時間。あなたはどれほどのモデラーの手を渡って私のもとにたどり着いたのでしょうか。静かな環境。苛烈な紫外線にさらされた時間。埃とニコチンが舞う部屋。まさか今ここで形になれるとは思いもよらなかったのではないでしょうか。劣化したデカール。脆くなった樹脂。そのすべてが半世紀という果てしない旅の証。指先から伝わるのは形を求めるパーツたちのかすかな吐息。50年前のキットを今この時代に形にするという行為は、単なる工作を超えた対話だと思います。私に制作されるまで待ち続けてくださり光栄でございます。フェラーリ 312T、完成でございます。美しすぎて恐縮でございます。